なぜ俺を一人にし。その座をよこせ。俺が座る。待っていろよ。もうすぐだ。もうすぐそこに手が届く。貴様ら滅人滅相してやろう。無惨、明星、水銀、黄金、黄昏、刹那、そして波順。思いはそれぞれ。求める結末も十人十色で飽きが来ない。我が後継たちは実に見事な大輪を咲かせたものだと、素直に私は嬉しくなった。現状、すべては想定の枠内に収まっている。そこが唯一の不満だが、これは堂々巡りというやつだろう。私は今まで何一つとして思う通りになったことがない身の上だ。そしてそれを好んでいたから、逆説的には全てを叶えてきたとも言える。すれ違うこと、衝突すること、分かり合えぬこと、別離すること、その概念が愛おしい。こちらとあちらは違うということ。異なる色が境を設けて存在する世界の姿を美しいと私は思う。近視的に見れば断絶の悲劇だろうが、対極から俯瞰すれば色鮮やかな織物以外何物でもないのだから。混沌を生んだ無惨も純白を望んだ明星も、そういう意味では大いに好ましく思っている。私と違うところを見せてくれた。ならばよしだよ。正義は流転し、時代とともに色を変えてそこに存在すればいい。まあ私からそんな評価をもらったところで彼らは喜びなどしないだろうが、ともかく楽しみでならないよ。本質的に違う相手を前にしたとき、我が後継たちは己が己であると言い切ることができるかな。打つもよし、屈するもよし、あるいは共に生きるもよし、どれを選んでも構わないが、どうかそこだけは違えないでほしいものだ。そして願わくば、私とも奴とも異なる新たな答えを見つけてほしい、教えてほしい。その可能性を切に信じて、本当に長いこと待ち続けたのだ。これで奈良かどもが言う通り、諸行無常で終わったのではつまらない。私は変化が好きだし、背中合わせというものに弱いからな。原初に封じたあの感情を再び呼び覚ますことがないようにしたいよ。何をニヤニヤしてんのさ、シンガー。そう、シンガ。私の一時感情は他の者らと異なっている。だからこそこの神座という舞台の初代になり得た。いや、私のようなものが始まりになったから世界はこんな様相を帯びていると言うべきかな。自分が一種壊れた存在だというのは分かっているよ。だからそう睨まないでくれ。可愛らしすぎて地獄に落としたくなるじゃないか。
話終わらせてきたんだけど。ああ、ご苦労。成果はすぐに現れるだろう。アイオンを御する感覚はつかんだかね。大体は。僕も伊達にクソ長い間悪趣味な感激をしてたわけじゃないんだよ。連中の歴史はほぼ頭に入ってる。改めて確認するけど、総司令官はあんただ、シンが。全然リーダーっぽくないけれど、言い出しっぺなんだし、そこはもうしょうがない。すべての時代、すべての強者が集う軍勢。空前絶後のパンテオンだな。まあ、将の不足は優秀な副官に補ってもらうさ。お前は矢面に立つんだ、硬派。つまりは前線の指揮官だな。そして時代ごとの編成は、刹那たちに一任する。彼らは部隊長というわけだ。うん。だから第一神座の七大魔王とその眷属。それに、ワフマンヤシトの連中は、無残に任すよ。あいつあの時代のヒーローだし、あんた人望全くないから。耳が痛いな。では、第二神座のグリゴリどもは明星か。他には、滞在持ちの連中も。あと、第三神座のシャマシュたちや、翼手もそうだね。あれは明星の言うことしか聞かない。ならばゴモラは水銀か。そして、第四神座の黒煙卓は黄金。そこから引き継いだメンツは、第五神座の転生者として、黄昏に頼むよ。刹那には、第六神座の八つカハギや、統制軍の面倒を見てもらう。だけど、問題はサンサーラ・バルティンだよ。第五神座の。あの連中はどうするの？無論、引き上げるとも。あれらは極めて強力だ。神座の終わりこそが奴らの理想である以上、限界を超えた働きをするに違いない。ハジュンに任すことができんのなら、スバーハに頼めばいい。そうすれば、サハスラーラをも引き込める。お前は彼女に頭を下げたくないのかな？別に。そこまで子供じゃない。わかったよ。それじゃあ始める。もう行くからね。ああ。ブーンを祈ろう。結果は見えているのだがね。さて、それでは、今のうちに私は根回しをやり直しておこう。また刹那あたりに怒られるかもしれないが、これは必要なことなのだから。ヒルメ様、ヒルメ様、お逃げになられたということでしょうか。でもこれまでこんなことはなかったですね。信用できぬということでしょうか。だとしたら私はお許しください。ハバキ様、リンドウ様、しおり様、流水様、そしてヤコウ様、宗次郎様。ヨミは自分が情けないです。ヒルメ様がお悩みなのを察しながら寄り添うことができずにいます。荷物を持たせるに頼りないと、そう思われているのでしょうね。ご自分の渇望を知らず、人として生きた記憶もない、生まれついての神座であらせられるから、破行を経験されないまま覇者になられた。下界へ赴きたがるのも、それを埋めたいからなのでしょう。
というのに、いつも明るくお笑いになって、昼目様、なんて強い。そしてなんて大きなお方。どうか、昼目様を救ってくださる方が現れますように。それまではこの黄泉が、及ばずながらお供させていただきますから。お前はいつも神気臭くてかなわん、などと言われないようにしないと。やはり全くわからんの。お前、マジに私の本体かや？ぶっちゃけ髪の色が同じだけではないか。はあ、困ったのう。黄泉のやつ、またぐじぐじと重苦しいことを考えておるんじゃなかろうか。あやつはクソ真面目じゃからシャレが通じんし、こんなことなら連れてくればよかったわ。例えばほら、私の本性がうにゃうにゃーっとしたものじゃったら恥ずかしいし、うがうがーっとしたものじゃったら危ないかもしれんじゃろ。つまりなんというか、照れくさいのじゃ。乙女的なあれなのじゃ。お前や父上たちが何やらいらん気を回しておるのは察するが、別に心配などせんでよい。日々それなりに楽しいぞ。嘘ではない。私は素直が心情じゃ。己の真実などという中二っぽいもんにさほど肯定はしておらん。私は今のままでも私じゃし。黄泉や父上たちがおるおかげで対価なくやっておる。もし変わる必要があるのなら、いずれ自然と変わるじゃろうよ。例えば背とかいろいろがじゃな。母上のように凛々しくビビしく、天下の将にふさわしき姿へバルンバルンとすればよいな、成長。なあ、お前もそのつもりじゃろ。なんじゃあれは。バカな。虚構神座中心核より後波、観測者アルファからゼータ、バルナとの再接続を確認。シンガ、無惨、明星、水銀、黄金、黄昏、刹那、ハジュンのアイオン化達成。これよりパンテオンを執行する。オーバー。了解。こちらは問題なし。全ては今この時のため。お前が最後の門を開けよ。ナラカを倒せ。これは怒りだ。DS イレ。
僕は怒ってるんだから。僕は僕だ。行くぞー！使命を持って生きることは幸せなのか不幸せなのか、その答えはわからないけど、手の届かない世界に対する憧れだけはあったから、特に何をなすでもなく、どうということもない毎日を送って消える。君にはそんな僕とは違う生き方をしてほしいと願ったんだ。